ガンダムの根幹を表す重要な存在、強化人間の運命。宇宙世紀シリーズのガンダムの世界には、アムロレイのような人の革新とも言われるニュータイプが存在します。そして戦争を優位に進めるため、ニュータイプと同じような能力が人工的に引き出された強化人間も存在します。兵器として強力な存在であるはずの強化人間は、戦争の犠牲者という側面を持つからか、悲観的なキャラクターとして描かれることが多くなっています。今回はそんな強化人間の中でも宇宙世紀に登場する人物を中心に解説させていただきます。なお、本動画は一部のキャラクターの結末に関わるネタバレを含みますのでご注意ください。宇宙世紀の世界では、宇宙世紀0079に繰り広げられた一年戦争時に、アムロレイをはじめとしてシャリアブルやララースンといったニュータイプの発現が確認されました。そして彼らが戦場で多大な戦果を上げたことから、一年戦争後はニュータイプ研究が盛んに行われるようになります。こうして宇宙世紀0082を皮切りにニュータイプ研究所、通称ニタ研が世界各地に作られていきましたが、アムロレイのようなニュータイプ能力を持った人物はなかなか現れなかったので、次第にニュータイプを育てるのではなく、ニュータイプの素質を人工的に高めた強化人間を生み出す方針に変わっていきました。こうして生み出された強化人間は、暗示や投薬手術による人為的な精神操作や記憶操作、そして様々な手術によって強制的にニュータイプ能力が引き出されています。その過程で効率よく敵を殲滅するため、感情はマインドコントロールで徹底的に消され、神経や肉体は投与された薬物や手術によって極限まで鮮明化されています。なお、宇宙世紀における強化人間とは、例えばペイルライダーのパイロットクロエ・クローチェのように、ハデスの驚異的な性能に耐えられるように強化が施されたパイロットを指すのではなく、ニュータイプの素養が人工的に高められたパイロットと分類されます。そのためニュータイプのように独特の官能波を発することが可能で、離れていても他者やその状況を正確に認識したり、離れた場所にいる同じ能力を持った人間と意思疎通を図ることもできます。またビットやファンネルのような遠隔攻撃を行う兵器を操作することもできます。戦闘時に一般的なパイロットよりもはるかに性能を引き出せることから、生産精度外視の超高性能機が与えられることが多くなっており、ニュータイプや強化人間専用の機体も多数開発されました。またパイロットにかかる負荷の問題から、強化人間しか搭乗できないギャプランなどの専用モビルスーツも開発されました。強化人間とニュータイプの研究で有名な施設としては、一年戦争時のジオン公国のフラガナン機関に始まり、グリプス戦役時には地球連邦下の組織として各地に建造されています。まずは日本の静岡にある村雨研究所には、サイコガンダムに登場したフォー村雨や、小説フォーストーリーでサイコガンダム開発中の被験者となったミハル・ラトキエの弟ジル・ラトキエなどがいます。東南アジアのチャクラ研究所には、映像作品ガンダムイボルブに登場したゼータガンダム3号機 P2 型やサイコシップゲミヌスのパイロットたちがいます。北米のオークランド研究所には、小説アドバンス・オブ・ゼータ時にやら返し者に登場したロスガイセがいます。次に同じ北米のオーガスタ研究所からは多数の人物が登場しています。一年戦争時のペイルライダーのパイロットクロエ・クローチェに始まり、機動戦士ゼータガンダムではギャプランやサイコガンダムマーク2に登場したロザミア・バラム、バウンドドッグなどに登場したゲーツ・キャパ、バンシーに登場するべく再調整されたマリーバ・クルス、ガンダムトリスタンのパイロットクアンタン・フェルモ、機動戦士ガンダムナラティブに登場したリタ・ベルナル、ヨナ・バシュタ、ミシェル・アベスカ、このような被験者たちに加えて、同研究所の科学者ローレン中本がいるのですが、ローレンはガンダムマーク5の純サイコミ開発に関わっている上、後にアクシズが開発したドーベンウルフ開発にも関与しているとされている人物です。このようにグリプス戦役時代に数多くのニュータイプ研究所が作られていましたが、機動戦士ガンダムダブルゼータで描かれる第一次ネオジオン構想の頃には、ハマーン・カーンの率いるネオジオンでも強化人間の研究が進められており、初期の段階では普通の人間であったものの、後日強化が施されたキャラスウィンやマシュマーセロが登場しています。また LP プルやプル2のような遺伝子レベルで強化を施された人物も登場しました。
ポウやロザミアのような初期の強化人間は強引な精神操作の代償として精神の平衡が保てず精神崩壊や死に至るケースも見られました。しかし時代を経るごとに技術の進歩が見られ、宇宙世紀0093のギュネイガスなどは冷静に戦いを繰り広げていたほか、フルフロンタルのようにシャアを模した人物も登場しました。また宇宙世紀0123のクロスボーンヴァンガード総司令で強化人間のカロッゾロナはノーマルスーツなしで宇宙空間で活動できるという恐るべき肉体的な特性を持つ上に、分断規模の作戦立案や統括式、政治判断が可能なまでになっているので、むしろ普通の人間よりも統制された精神状態を維持していました。しかし一方で人間的な良心や他者への共感性が失われ、反社会的に振る舞うような傾向が見られ、ニュータイプの本質である高い交換能力による他者との協調とはかけ離れた存在となっていきました。怖かろう。強化人間で代表的な人物を一部紹介させていただきます。まず機動戦士ゼータガンダムよりポウ村雨です。名前は村雨研究所の4番目の被験体であることから名付けられたもので、精神調整や体の強化の他に記憶も操作されており、自身の本当の名前や家族、過去の一切を失っているため、自分が誰なのかわからないことに悩み、記憶を取り戻したいと苦しんでいる姿が見られました。サイコガンダムとともに実戦に参加し、功績を上げれば自身の記憶を返すと言いくるめられていましたが、カミーユとの交流の中で本来の自分を取り戻していきました。しかし最終的にはジェリドメサの乗るダイアランが攻撃してきた際にカミーユをかばって盾となり戦死することになりました。次に機動戦士ガンダムダブルゼータに登場した LP プルとプル2です。LP プルはネオジオン軍のクローンニュータイププルシリーズの第1号です。出生については謎が多く経緯は語られておらず、ギレンザビーとニュータイプ素質のある女性の遺伝子の人工授精説や LP プル自身がすでに誰かのクローンという説など諸説あります。アクシズ内においてグレミートトたちの監視のもとパイロットとして養成されていた少女で、11歳ながら高機動戦闘用に強化された肉体を持つ反面、天真爛漫にして時に気性が激しいという情緒不安定な面を持ちます。劇中ではリーナ・アーシタ救出のためにアクシズへと潜入してきたジュドー・アーシタに心惹かれ、彼と共に行動します。ガンダムチームと共に転戦しますが、プル2の彼サイコガンダムマーク2がアーガマを吸収した際に、解体中のキュベレイマーク2で再出撃を強行し、自分の分身とも言うべきプル2の出現に戸惑う中、戦いを繰り広げ、最終的にジュドーを守り戦死しました。しかし後にジュドーがプル2と対峙した際にはプル2をグレミーの呪縛から解き放っています。プル2はプルシリーズの2番目のクローンで、プルと比べると攻撃的で好戦的であり、それでいて冷静沈着で非常に大人びた立ち振る舞いをするのが特徴的です。プル以上のニュータイプ能力を持っており、サイコガンダムマーク2やキューベレイマーク2、クイーンマンサといった数々のニュータイプ専用機に登場しました。劇中では幾度となくジュドーの前に立ちはだかり、クイーンマンサに登場してからはラビアンローズを破壊するなど恐るべき強さを見せつけました。クイーンマンサが爆発する際に重傷を負うも、終盤では崩壊するコア3周辺中域内に取り残されたジュドーを脱出させる手引きをしました。最後は力を使い果たして倒れてしまいましたが、テレビ本編では生死が明確にはわからないようになっています。ただ小説版機動戦士ガンダムダブルゼータや書籍ガンダムヒロインズ、そして G ジェネレーションシリーズの説明などでは明確に死亡したことが描かれています。私はプル2だ、私はプル2だ。最後に機動戦士ガンダムユニコーンに登場したマリーダ・クルスです。彼女は LP プルのクローンプルシリーズの11体目、つまりプルを1番として12番目のプルなので、当初はプル12と呼ばれていました。第1次ネオジオン構想で他のプルシリーズが全滅する中で唯一生き残ったものの、マスターであるグルミートトを失った後に悪質な人間売買業者に保護され、壮絶な少女時代を過ごします。凄惨な過去の経験からか非常に大人びた性格をしていますが、プルやプル2と同じく潜在意識下でガンダムに対する過剰な敵意を植え付けられているので、初めてユニコーンガンダムのデストロイモードと対峙した時は
鬼気迫る様相で攻撃を加えていました。バンシー登場時に自分自身が憎むべきガンダムに乗っていることに気づいた際は錯乱して意識不明に陥っています。ちなみに2シリーズは肉体の強化も施されているので、マリーダはリディ・マーセナスを投げ飛ばすなど高い身体能力を持っています。ただしプルやプル2は年齢が幼いからかあまり高い身体能力を発揮する様子は描かれていません。マリーダは最終的にバンシーノルンに撃墜されてしまいます。しかし地球連邦上層部によるコロニーレーザー攻撃を知らせ、親しい人々へ最後のメッセージを伝えて散っていきました。このように強化人間はもともとはニュータイプを目指した技術だったはずが、生身の人間を無理やりニュータイプに仕立て上げることから非人道的な手段を行使する危険な技術の象徴となっており、悲しき運命をたどることが多くなっています。しかし一方でフォウがアニメキャラ人気投票で1位を獲得するなど人気が高いキャラが多く、さらにスーパーロボット対戦シリーズでは強化人間が生存するイフシナリオが多いというのも面白いところではないでしょうか。余談ですが、宇宙世紀でカロッゾロナ以降の強化人間といえば機動戦士ビクトリーガンダムのカテジマルースが小説版でのみスーパーサイコ研究所で強化されたと明言されているほか、ファラグリフォンがサイコミ搭載機のザンネックなどを使用していることからゲームなどでのみ強化人間と扱われることがあります。ただ2人ともテレビ版では明確に強化された様子はないようです。私は丸2日宇宙漂流したことしか覚えておらん。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。